さあ今日は音声認識 AI の世界にどっぷり使っていきましょう。ウィスパーから国際 AI まであなたのビジネスにぴったりのツール一緒に見つけていきましょうよ。まずはこれです。皆さんの職場にもいませんか？会議の議事録作成みたいに貴重な時間をどんどん奪っていくあの厄介な時間泥棒が。じゃあその時間泥棒どうやって捕まえましょうか。答えはねこれです。 AI の耳。人間の言葉を全部聞いて文字にしてくれるすごい耳なんです。よし、じゃあ早速その正体に迫っていきましょう。この技術、専門用語で言うと自動音声認識、ASR って呼ばれてるんですね。これ本当に土台中の土台でして、だって考えてみてくださいよ。この AI の耳が聞き間違っちゃったら、その先の AI の脳がどんなに賢くても、もう全然トンチンカンな答えしか返ってこないわけですから。で、これ、ただ時間が節約できるって話だけじゃないんですよ。もっとすごいのは、業務の効率とか正確さとか、なんならお客さんとのやり取りまで、ビジネスのやり方そのものを、根本からガラッと変えちゃうパワーがあるってことなんです。ここでね、多分皆さんが思うのは、それってチャット GPT とかでもできるじゃんってことですよね。できます。できるんですけど、そこにはね、もう決定的な違いがあるんですよ。このスライドの例え、すごくわかりやすいですよね。何でも切れる便利な万能ナイフと、プロの料理人が使う専門の包丁。あなたの仕事に必要なのはどっちですかって話なんです。さて、どんなにすごい AI でも日本でビジネスに使うなら絶対に乗り越えないといけない壁があります。それが、日本語の複雑さです。次のスライドでこれがどうしてそんなに大事なのか見ていきましょう。なんで日本語って AI にとって難しいんでしょうね。例えば、記者って言われても、新聞記者の記者なのか、電車の記者なのか、相手の会社の記者なのか、文脈がないと全然わかんないですよね。しかも言葉の間にスペースもない。こういう独特な難しさが AI にとっては大きな挑戦になるわけです。でもね、ただ言葉を文字にするだけじゃビジネスでは不十分なんです。本当に大事なのが、それ一体誰が言ったのってこと。この機能のことを話者分離、英語だとスピーカーダイアライゼーションって言います。これめちゃくちゃ重要です。だってそうでしょ？議事録で〇〇をやることに決まりましたって書いてあっても、誰が言ったのかわからなかったらもう意味ないですよね。誰が責任を持ってやるのか、誰が承認したのか、そのすべてがこの話者分離にかかってるんです。価値が半減どころじゃないですよ。じゃあ一体どのプラットフォームがこういう難しい課題を一番うまく解決してくれるんでしょうか。今の市場って面白いことに大きく2つの戦略がガチンコでぶつかり合ってる状態なんです。はい、この表が今の勢力図ですね。すごくわかりやすい。片方にはもう圧倒的なデータ量で殴り込んでくる破壊的イノベーター、ウィスパーがいます。で、もう片方には業界の専門用語に合わせてカスタマイズできる Google、ビジネスツールとの連携で勝負するマイクロソフト、そして日本の医療とか金融みたいなニッチな分野で無類の調査を誇る専門家、アミボイス。いや、面白い戦いですよね。さて、理屈はこれくらいにして、じゃあ実際に日本の現場でどんなことが起きているのか、具体的なビフォーアフターの事例をいくつか見て、そのインパクトを体感してみましょう。まずは医療現場です。お医者さんって患者さんの診察が終わった後、夜遅くまで残ってカルテをポチポチ入力してるイメージありませんか？あれがもう本当に大きな負担になってるんです。それがですよ、この音声認識 AI、特に医療に特化したものを使うとどうなるか。診察中の患者さんとの会話からリアルタイムでカルテが自動で出来上がっちゃうんです。これによってお医者さんは入力作業から解放されて、本当に大事な患者さんと向き合う時間にもっと集中できるようになる。これはもう医療の質が変わりますよね。次は製造業、工場の現場です。ここでは効率と安全が何よりも大事。でも、いちいち作業を止めて手袋を外して端末で報告を入力するなんてことしてたら危ないし時間もかかるしでボトルネックになっちゃいますよね。そこで登場するのがハンズフリー報告です。
ヘッドセットに向かって話すだけで作業記録が残せる。作業から一切目を離さなくていいんです。これ、安全性と生産性の両方にとってまさにゲームチェンジャーですよ。そうなんです。ここまでの話で一番大事なポイントは、これって人間を置き換えるための技術じゃないってこと。面倒な繰り返し作業は AI に任せて、人間はもっと人間にしかできない大事なことに集中する。人間の能力を拡張する。オーグメンテーションなんですね。いやー、すごい世界ですよね。じゃあ、うちの会社でもやってみたいと思った方のために、明日からすぐに始められる超具体的な3ステップのプランをご紹介します。はい、アクションプランはこちら。ステップ1。まずは何に一番時間を取られているか、あなたの会社の時間泥棒を特定してください。ステップ2。さっきの比較表を片手に、その課題に合いそうなツールを2つだけ選ぶ。そして一番大事なのがステップ3。無料トライアルで実際のなんならちょっと雑音が入っているようなリアルな音声データを使って実力を試してみてください。ここで一つ大事な心構えを。探すべきは世界で一番すごい AI じゃないんです。そうじゃなくて、あなたの会社のその問題を解決してくれるぴったりの AI。これを見つけることがゴールなんです。音声 AI を導入するっていうのは、ただ新しい IT ツールを入れるのとはわけが違います。チームのメンバーがもっとクリエイティブな仕事に集中できるようにするための、これはもう戦略的な投資なんです。さて、あなたならこの頼もしい AI アシスタントに最初の仕事何を任せますか？